皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方キャラの意外な剣士キャラについて解説していきますよ。東方の剣士キャラといえば魂魄ヨウムや綿月より姫とか思いつくけど、一体どんな奴らなのか気になるぜ。少女たちが持っている衝撃的な剣にも注目ですよ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では、早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは氷の小さな妖精チルノです。そげんなバカな。チルノといえば、恐怖アイシクルフォールや豆腐パーフェクトフリーズだろ。そもそも剣なんて持ってないじゃん。まあ落ち着きなさい。魔法しか使えないさん。いやそれで別に構わないんだけど。チルノといえば身長はかなり低く、青い服装に氷の羽を持っています。制作者のズンさんによると、10代前半の人間だとしたらかなり低い部類に入ります。性格は、氷の妖精だというのに喧嘩っ早くて熱い性格の持ち主。いろんな作品で、我こそはと序盤に出てくるけど撃沈するよな。妖精共通の特徴として秋っぽく、忘れっぽいです。また、序盤ボスには珍しく原作での登場頻度はかなり多いのですよ。なので非常に東方ファンから愛されキャラとして定着しているぞ。またチルノのテーマ曲であるおてんば恋娘はウィンバン初期の作品の楽曲なんですが人気は高く、多数のアレンジ曲が作られていて、チルノのパーフェクト算数教室や、チルミルチルノといった有名なものも多いことからもチルノの人気を後押ししていますね。チルノといえばおバカちゃんなイメージですが、妖精はそもそも弱い種族で、そのことを考えるとやはりチルノはすごく賢い部類。実際、閻魔様の説教の後弟子についてちゃんと考えていたりしているもんな。また、妖精の中では非常に強力な部類に入るようで、阿弓の表した幻想郷演技という書物で他の妖精たちが工夫すれば捕まえられるので日頃の鬱憤を晴らしてもいいと、遠回しに弱いと書かれているのに対し、チルノに関しては出会ったら逃げるべきと忠告しています。さらに、愚問式では湖の妖精のリーダー格と書いてあり、やはり力は他の妖精と比べても群を抜いてます。おお、ということはやっぱりチルノの、おいどんは最強ではマジだったのか。チルノの一人称そんなんだったっけ？チルノの能力は霊気を操る程度の能力です。これは文字通り霊気を操る能力。小さいものなら瞬間的に凍らせられるほか、熱いコーヒーを凍らせたり、矢の形の氷を作って飛ばしたり、鯉のいる水中に氷の殻を作って鯉と水が入った氷のボールを作ったりととても器用です。ですから、他の妖精より危険度が高いですね。カエルを瞬間冷凍した後元に解凍するのがお気に入りの遊びとのこと。遊び方が妖精的すぎる。東方海塚では時期にもなっていてレイム、マリサ、昨夜などを倒していたりと非常に力のある妖精。ただ、あややユーカは倒しても無傷だったり、ユーカからは逃げ出したりしていますよ。ユーカリンの圧に圧倒されちまったか。四季英気やマザナブからも、妖精なのに強い力を持っていますと評されていますね。妖精の枠から外れかけているため、死ぬことがあるかもしれないらしいです。私も自分の能力があまりにも狂気すぎていつ暴走するかヒヤヒヤしていますよ。突然下ネタを吐く程度の能力の暴走はやめてくれ。こういったようにチルノは妖精ながらもすごい力を持っていて、能力も器用に扱えるので、実は氷を剣にして戦えることができるのですよ。その名は豆腐、ソードフリーザー。ほう、聞いたことがないスペカだぜ。東方悲壮転速で登場しました。使用コストは3とかなりコストを使って発動することができる大技。手元につららの剣を発生させて回転しつつ上昇し、回転しながら切りかかるというかっこいい剣士タイプの技です。完全に満月大根切りやん。スキルカードアイシクルソードのスペルカード版とでも言うべきもの。カードの解説文によるとチルノにとって思った通りに氷を成形するのは難しいらしいのですが、アイシクルソードの解説文では、他にも作れる武器にバリエーションがあるらしいことが示唆されていますよ。ということはモーニングスターとかも作れるのでしょうか？そんなごついのチルノに絶対使えんやろ。アイシクルソードと同様に接近戦では使いやすそうなスペカですね。カービィの回転切りのようにシンプルで、運用しやすいカードの一つでしょう。またネーミングもいかにもチルノらしいよな。このことから二次創作イラストでも、剣士の格好をしたチルノが描かれることがありますよ。チルノが剣を扱えたなんて衝撃的すぎたぜ。そういえばレイムさんって何か職業についてるの？ドラクエ3の性格職業判定してもらったところ、セクシーギャルになりました。いやまさに転職やないか。それでは次に紹介する意外な剣士キャラは、東方天空将の坂田ネムノですね。一人称はうちで、語尾に何々だべや、何々してくんろといった訛りのある話し方をしていますよ。なかなかの田舎口調だな。最初はヤマンバラル風な濃いキャラにしようかと思っていたようですが、あまりにも出落ち感が強いので秋らしい服装に落ち着いたとのこと。赤いリボンの巻いたナタを右手に持っていて白髪の睾丸の女性ですね。そしてネムノを見た視聴者の皆さんがまず思ったことを当てますね。胸がでかい。もしかして悟り妖怪ですか？図面では珍しく成熟した豊満な体型をしていますよ。
これは次回の保険の需要が楽しみですね。世界で一番保険の需要を楽しみにしてる人ってこの人だろ。さらに青白い袖はレイムやサナエやモミジと同様に独立していて、脇が見えるデザインとなっているんですよ。スタイル抜群な上に脇キャラでもあるってネムの神なのか？このゆっくりレイムを相方にした私がバカだった。組織を好む天狗とは言いれず、種族間で不可侵条約を結んで、妖怪の山で独自に生活していますよ。自分の作り出した縄張りに入ってくるのを嫌い、開きにして天日干しにするなどヤマンバらしい言動を使ってくるのですが、単に脅しているだけで気に入った相手には親切にするため実際はいい人物らしいです。勝利後は結構誰にでもこういう関係を持とうとするよな。里では一般的に山に入って行方不明になった場合、ヤマンバに何らかの形で処理されたと思われているのですが、実際には大人の場合は脅してを繰り返し、子供の場合は保護して、なんと立派な人間へと育て上げることが多いようですね。しかしその理由は分かっていませんが、意外と驚かせて魂を食らう妖怪で、子供より大人の味の方が好みだからとかだろうか？まあ、子供を育てるなんてネムのめちゃくちゃ母性感あふれるキャラだぜ。また聖者によれば、ネムのは優しい殺人鬼、残虐性と慈悲心の二面性をうまく使い分けといった特徴を備えているらしいのですよ。へえ、聖者って意外とネムのことよく知っているんだな。二次創作では、ちょっと怖いけど優しいお母さん的なキャラクターとして登場することが多いですね。幼い外見の妖精や一部妖怪のみならず、母性に飢えたファンも魅了していますよ。そんなネムノは包丁を持っていますが、実は東方の剣士系キャラで最強クラスではないかと思われます。ほう、それは意外すぎるぜ。剣術を活かしたスペルカードに関しては2パターンあります。ハフヤマンバの包丁研ぎとその上位スペルカード剣ふ狂い輝く鬼包丁。スペルカード、ハフヤマンバの包丁研ぎは、ボスの目の前に横一列に並んだ弾を出し、その弾が四方八方に散らばります。これは気合よけするしかない弾幕だな。この弾幕の後は、なぜか一つ多くスペルのかけらをもらえますよ。ネムノの優しさなんだろうか？そして剣ふ狂い輝く鬼包丁は先ほども言ったように上位スペルカードです。実は鬼包丁とは、江戸時代の剣豪である、柳生利兼が愛用した日本刀の異名を持っているのですよ。マジかよ。剣豪の愛用していた日本刀をモデルにしたスペルカードなのか。実は剣術を活かしたスペルカードが2個以上あるキャラは、今のところおそらく魂魄用無以外ではネムノだけで、意外にも剣術に優れたキャラなのですよ。おお、ネムノめちゃくちゃすごいじゃんか。余談ですが、ヤマンバとは山に入った巫女が妖怪化したものであるとの説も存在します。なのでひょっとすると、レイムの前の先代の巫女が妖怪化したのがネムノかもしれませんね。おいおい、それはとてつもなく面白い情報だな。ということは、私も妖怪化になる可能性があると。いやレイムさん刃元から妖怪だから大丈夫です。では次に紹介する意外な剣士キャラは、東方期系15面ボスとして初登場した上等宮真由美です。待って待って、武士っぽい服装しているけど刀なんて持ってないぞ。そう見えますが、実は彼女のどこかに刀を持っているのですよ。彼女は埴安神経期により作られ、畜生界の埴輪たちの軍、埴輪兵団の長を務めています。剣術、弓術、騎馬術すべてに長けていて、技術は古臭いものの、単純な戦闘能力は極めて高いようですね。壊されてもすぐに修復し、病気知らずで、休息もいらないため、動物霊、人間霊の仕事がどんどんと効率のいい埴輪に置き換えられてしまうだろうと予測されています。これって完全に外の世界の AI を表しているよな。また、肉体を持たない畜生界の者たちには、偶像とはいえ実体を持っている埴輪たちに手も足も出なかったのですよ。霊体の攻撃は、相手の霊体部分に対して影響を及ぼすものなので、伽藍堂の偶像にはほとんど効果がなかったのです。なるほど。だから動物霊は時期である霊夢たちに取り付いたということか。普段は霊長園を守っていましたが、すでに畜生界には敵なしの状態で兵隊も無用の長物と化していました。そこに偶像を破壊できる生身の人間である主人公たちがやってきたのですよ。真由美も初めて生身の人間が現れた時は驚いていたもんな。真由美はプログラムが実体を持って動いているような存在なのですが、感情はしっかりあるし、少なくとも涙は流せるのです。兵長というだけあって、スペカはいずれも埴輪軍団を召喚して攻撃してきますよ。能力は忠誠心がそのまま強さになる程度の能力。東方の中でも謎の一つである能力ですが、おそらく名前通りの意味で忠誠心が強いほど自信も強くなれるのでしょう。ミュージックルームのセラミックスの上等人のコメントで、神主は大井ハニマルが好きだったと書いていますね。なんだ、その大井お茶ってちゃんと話聞いてたかな？大井ハニマルは、1983年から1989年まで NHK 教育テレビで放送された幼児向けの言葉の教育番組なんですよ。またドラゴンボールのクリリンや、
天空の城ラピュタのパズー、ワンピースのルフィなどの役で知られる伝説の声優である田中真由美さんが担当していたのですよ。ああ、真由美は田中真由美さんの名前から取られたものなのか。そんな真由美の見た目としては古代日本の鎧の一形態であり、小さな鉄板を紐で閉じ合わせて作られた加工を身にまとっていて、両腕にコテを装着し、動物の森で出てきそうな踊る埴輪の形をした上刀を携えています。その上刀って何なんだ？上刀とはつまり仕込み刀ですね。なので、真由美が持っているあの埴輪の正体はなんと刀だったのです。ちなみに仕込み刀とは、様々な理由により刀剣を剥き出しで携行できない場合に護身用や暗殺用途に用いるために製作される武具であり、仕込みと呼ばれるだけあり、外見からは刀とわからないように偽装されているのですよ。その多くはセンスやキセル、杖などの日用品に偽装してある場合が多いようですよ。へえ、本当にセンスが刀として使っていた時代があったのか。特に、日用品に偽装したものは、大っぴらに武器を持つことができないのですが、武装の必要性のある町人が護身用として持っていたようです。また真由美の名字の上刀宮とは上刀人を指していると思われますね。埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣に刻印されていた文字、古代における武官の役職の一つと考えられています。この剣は大数の埴輪と共に出土しているようですよ。ほうほう、今日はとても歴史の勉強になるな。東方プロジェクトは歴史とうまく絡めていますからね。もっと歴史について学びたい方はこちらを見るといいですよ。いやどう見ても保険の授業だろ。さてさて、ラストは東方高魔教エクストラステージボスフランドールスカーレット。いや、霊夢部長、フランドールってどう見ても剣士タイプじゃないだろ。バカモーン。霊夢部長って波平さんだったの？フランもれっきとした剣士キャラです。受講して学んでいる視聴者さんならフランドールは、姉のレミリアと同じく力のある種族のヴァンパイアだと知っていますよね。普段はおとなしく愛くるしいのですが、人間の襲い方を知らないため、手加減できずに跡形もなく吹き飛ばしてしまうようです。幼女に跡形もなく消し飛ばされるって怖い。霊夢との会話ではそもそも高魔教で主人公たちに会うまで、調理された形でしか人間を見たことがなかったようですね。館の中ならで歩いていいことになっているのは確実であり、反則探偵悟りにて語られた内容によると、それ以前にも地下室の鍵は意味のない状態で外に出られるようですね。この設定は高魔教の時点であったらしく、屋敷の外に出て神社に行こうとしたら雨で止められたと発言していて、少なくとも雨でなければ外に出る手段は持っていたようですよ。吸血鬼は流れる水が渡れないから雨も苦手なんだよな。そんな裏設定があったなんて知らなかったよ。能力はありとあらゆるものを破壊する程度の能力。触れようが触れまいが物を破壊することができてしまうのです。これがあまりにも危険だということを前回の授業でよく学んだぜ。また、フランの手に持っているこれ何かご存知でしょうか？こちらはレイバテインだと言われているんですよ。なんだそのレイバテインって？マリちゃん話聞いてたかな？レイバテインは炎の剣または炎の杖とされていて、フランのスペルカードでは真空のレザーがそれを表していますね。フィールドの端まで届く巨大な剣を発生し時計回り、右へ水平移動、左へ水平移動、反時計回り、時計回りに投げ払うといった順に攻撃します。また、剣の奇跡に弾幕を発生させるのですよ。長所剣殺しで、非常にインパクトのあるスペルカードですね。さすがはウィンバン初代エクストラだけあるぜ。この武器のモチーフは北欧神話に登場する武器レイバテイン。レイバテインは北欧神話の邪神ロキが作ったとされています。邪神の剣なんて持っていたのかよ。レミリアもグングニルだから、姉妹揃って北欧神話を表しているのか。エッダ氏の一つフィヨルスビズの歌に登場する神の使う武器、つまり神器です。レイバテインは、関係の神ロキがニブルヘイムの門の前でルーン文字を用いて鍛え作ったと言われていますよ。それがどういう経緯か謎に包まれているのですが、ムスペップスヘイムにいるスルトの妻、シンモラの手に渡り彼女によって特別な箱に9つの鍵をかけ収められていました。そしてレイバテインを直訳すれば災い破滅の杖という意味になります。レイバテインを取り上げている日本語の書籍では、それぞれレイバテインは、スルトの剣、またはフレイの剣と同一視されることがあるようですよ。フランは日本のフレアの剣に近いものだよな。能力だけではなく、そんなおっかない武器まで持ち合わせているので、フランドールの恐ろしさがよくわかりますね。可愛いは狂気というわけか。それでは、今回の授業はここまでです。視聴者さんの好きな剣士キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。